その非棒に14個あるので十四非棒というわけです。善因善果、悪因悪果というものは、これはやっぱりあるんだなということを思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第49回です。急に寒くなってきました。つい先日までは暑い暑いとブーブー文句を言ってたんですけども、肌寒くなってみるとなんだか暑さが恋しくなるような、そんな風に感じています。さて、前回は根子三害や維新特入という経文についてお話をいたしました。どちらも法華経を読み解いていく上で重要なキーワードになりますので、覚えておいていただけたらというふうに思います。今回は十四非棒について説かれているところからお話をしていこうと思います。先ほども述べましたが、根子三害というところで、釈尊は自分自身があなたたち衆生を導く教家の主である。この世界を導いていく、この世界での仏様である。釈尊がその仏様であるということを宣言され、念押しのように法華経を行ずる上では、真を最も大切にしなければいけないということを説いてくださったわけです。そして続いて、この法華経を誹謗する人には、この法華経を説いてはいけないよと舎利発に説いていくんですね。その誹謗に14個あるので、十四誹謗というわけです。これは後でも述べますが、単純に法華経を説いてはならないというよりも、私たち法華経に向き合う人間が、これから示される14のあり方のような姿勢になってはいけない。そういった戒め、訓戒の意味もあると思って、ここを読んでいきたいというふうに思います。14もあるのかと思われるかもしれませんが、それぞれ興味深いことが説かれているので、せっかくですから一つずつ見ていきたいと思います。まずこのように始まるんですね。また舎利発、経満化体にして我見を消する者にはこの経を説くことなかれ。また舎利発よ、おごり高ぶって仏道修行に怠け、自分だけの偏った狭い見解に執着する者にはこの経を説いてはならない。このようにこの部分は始まります。ここにこの十四非棒が3つも含まれているんですね。経満、化体、我見でございますが、ではこれから一つずつ見ていきましょう。そしてできればこの十四非棒は法華経に対してだけでなく、あらゆるものに対してもその対象に向き合う時の姿勢として重要なことを、気をつけなければいけないことが説かれていることを感じていただければなというふうに思います。まず最初は経満です。おごり高ぶること、慢心して称号を侮ることですね。なんだ、法華経なんて大した教えじゃない。簡単な教えだ。もう自分は法華経を極めた。こういうふうに法華経を軽んじてしまうことです。これは結構よくあることで、さらっと法華経を読んで分かったようになってしまうと非常にもったいないことですね。分かったようでも何度も読んでいると、その都度いろいろなことを発見していきまして、またその奥が見えてくることがあります。これは人間関係でも同じことが言えるのかなというふうに思います。あの人のことを私は十分分かっているなどと思いますと、その人間関係の崩壊が始まっていきます。近しく感じても、決して分かったつもりにならない方が、その良い人間関係を築いていく意味では、とても大事なことではないかなというふうに思います。まず、経満はおごりです。続いて、化体です。化体とも言いますね。これは怠けることです。消防の修行を怠ってしまうこと。この経満でおごり、侮ったりしていると、それは怠け者、怠けることにつながります。法華経を行ずるということを怠けると、法華経の教えがすぐにわからなくなってしまう。そういったことがあるわけですね。怠けるというのは本当に良くないことだなと、自分に言い聞かせるような感じですが、非常に強く思います。人間、怠け始めるとろくなことをしません。機械などでもそうですが、大事にするつもりで、かえって動かしていなかったりすると、ここぞという時にその機械が動かなかったりするんですね。人間も同じで、気をつけて励むようにしておかなければ、どんどん心も体も錆びついていってしまう。そういったことがあるのではないかなと思います。続いて、経我です。経我は自分勝手に考えること。
自分の考えで称号を教えを判断することです。独断とか我見と同じような意味ですね。法華経という教えを解釈していく、理解していく、信受していくということにあたって自分勝手に判断するようなことはいけないということですね。非常に怖いことです。以前に有名な思想家と呼ばれる人がこの法華経について語っている文章を読んだことがあります。で、その中でその彼は私は法華経の真髄は〇〇だと思いますというようなことをおっしゃっていたんですが、その解釈があまりにもちんぷんかんぷんで唖然としたことがありました。普通に法華経を学んだらそんなことを解釈することはないというふうに思う、そういった解釈だったんですね。それぞれ受け止め方の違いはあるにせよ、まずは真摯に謙虚に法華経を理解していくことが大事だと思います。で、またこれも世間ではよくありますね。この経過ということはよくあることだと思います。すぐ勝手に自分で判断をしてしまう。そういうことですね。どこぞで得たプロ意識かはわかりませんが、これはこういうもんなんだと決めつけたりして、その決めつけたことに自分自身でがんじがらめになったりするんですから、非常に困ったものだろうというふうに思います。続いて、詮釋ですね。浅はかな知識に基づいて称号を批判することです。深く理解しようとしないということでしょうか。どこからか得てきた知識で簡単に法華経を批判したり、判断したりすることですね。最近は情報化社会でとにかく情報が溢れている。そういった状態です。ですから、自分の得たい情報も簡単に得ることができるんですね。でもそれは自分が得たい情報であって、自分に都合の良い情報なんです。情報を得られやすくなったから、自分が得たい答えを得やすくなったということでもあるんです。で、逆に言えば、自分に都合の悪い、また自分にとって本当に必要なものである。そういった情報を簡単に読み飛ばしたりするようになってしまったんですね。何かを判断するにしても、すぐに手に入れられたものではなくて、よく考えて、じっくり判断した上で、批判だったり判断をするべきだと思います。続いて、俗欲です。欲望に執着して称号を求めないことですね。欲に執着して教えを求めようとしないということです。今日は映画見たいからもう仏教はいいやなんて言ってると、どんどん時間は過ぎてしまいますね。自分の欲に従って生きると大事なことを見失ってしまうこともしばしばあります。とはいえ人間は欲と切っても切り離せないそういう存在です。ですから上手に欲をコントロールすることが大事なんだろうと思うんですね。もし自分自身で欲がコントロールできないなというふうに思ったら、少し冷静になって自分を見つめるということをしてみると良いのではないかなと思います。続いて、不下です。不下は正しい法義を理解できずに自己満足することです。分かっていないのに分かったふりをする。そういった感じでしょうか。理解していない。分かんない。分からないな。いいや、分かったことにしよう。ということですね。でもこの自己満足というのの判断というのはとても難しいですね。自分で満足できないようなことはなかなか行うことは難しいということがあります。よく他者への行為が偽善とか自己満足とかそういったことで批判されるようなことがありますが、どんなものにも少なからず自分自身の喜びがなければその行為を行うというのはとても困難なことだと思います。ですから自己満足するということを一概に否定はできないんですが、大事なことは他者からの見方をちゃんと注意しておくということではないかなと思います。たとえ偽善だ、自己満足だと言われても、その喜びを他者と共有できるようなことであれば問題ないのではないかなと思います。ここでは法華経を理解できていないのに自己満足しているということですが、どこまで自分が理解しているかっていうことを判断するにおいて、一番良いのは法華経について他人に話をしてみるということですね。そうして他人に伝わらないときは、これは自己満足に終わっているんだと。伝わるということは自分もよく理解できている。他者に伝わるということは自分もよく理解できると。よく理解できるということになるんですから、そこで本当は初めて自分自身の理解に満足するということがあってもいいんではないかなというふうに思います。続いて、不信です。
消防を信じることができないことですね。これは非常にわかりやすいですね。信じようとしなければ何も始まらない。法華経のテーマにあたります。この重視非暴全体もこの不信から始まる。正しい教えを棒じてしまう。そういうものを、正しい教えを蔑んでしまう。それも結局不信から始まるんだと、こういうふうに言われております。ここで7つ。やっと半分ですね。続いて、貧塾です。難しいですね。これは教えに対して、消防に対して不快の念を抱き非難することです。法華経を聞いて嫌な気持ちになって、それだけでなく法華経を非難してしまう。そういったことですね。なぜそんなことになるのか。法華経という教えを聞いて嫌な気持ちになる。なぜなのか。これは正しいことって時に自分たちにとって嫌なことであったり、都合の悪いことであったりします。ですから正しいものほど人間は意外と素直に受け止めることができません。そうすると正しいものや人に対して人間は非難をするようになるんですね。人間というのはつくづく弱いものだなというふうに思います。誰かからの助言なんかを聞くときも、それが正しいと分かっても自分の耳になかなか入ってこないっていうようなことがあるわけです。割と真っ当なことほど人間というのはなんかいろいろ理由をつけて受け止めようとしない。そういったことがあるのかなというふうに思うんです。続いて、疑惑です。正しい法義を聞いても受け入れることができなく、疑い、惑うことですね。法華経を聞いても、そんな教えを受け入れられないと思って疑ってしまい、そこで迷ってしまう、惑うことです。先ほども述べましたが、正しいことや真実というのは、人が考えている以上にシンプルであったり、複雑であったり、とにかく自分自身の思いもよらないようなものであったりするわけです。ですから、後から振り返る。歴史なんかもそうですが、後の時代からその時代を振り返ってみると、正しい行為というのは誰が見てもわかるようなことでも、その当時生きている人たちにはその判断ができないということが結構ございます。ですから、貧塾の時もそうでした。この疑惑もそうなんですけども、意外と正しいことや真実は受け入れられないし、人は疑ってかかってしまう。疑ってかかってしまうということがあるようなんですね。それから誹謗。誹謗は消防を罵り、悪口を言うことですね。で、こうやって正しいことや真実に対して不快の念を抱いたり、疑いを抱くだけでなく、そういったものに対して消防を罵り、悪口を言ってしまう。法華経のことを悪く言ってしまうのが、これが人間だというんですね。とにかく三度の飯より悪口が好きという人がいます。やっぱり悪口はいけませんね。悪いことばっかり言っていると、その悪い言葉に自分が染められてしまって、自分自身が悪い方向に、自分の心や行いが悪い方向に移り変わっていってしまうわけです。そして非常に良くないことにそれに自分では気づかないわけですね。ですから何度も何度も悪口を繰り返してしまう。そうすると自分もどんどん悪い方向に行ってしまう。そういったことになるようなんです。ですからやっぱり気をつけてできる限り悪口は言わない。悪い言葉を口にしない方が良いと思います。次は教善です。教善は正正しい教えや正しい教えの行者、正しい教えを信じようとする人を軽蔑して恥ずかしめること、蔑むことですね。善を軽んじるということです。人間は正しい行動をしようとする人を見ると、先ほども述べてきたように、周りはあいつは偽善ぶりやがってとこう言ったりして、そしてそういった人、正しい行動をしようと努力する人を割とそういう人の足を引っ張ったりすることがあります。子供の時などですね、いい子ちゃんぶりやがってとこうやって言ったりするんですけど、こういうことって大人になっても結構言うんですね。というより大人の方が結構言うなと思います。人間ってなかなか成長しないんだなということを思うんですね。で、善を軽んじるだけではなくて、増善です。正しい教えや正しい教えを信じようとする人を憎むことですね。軽んじるだけではなくて、法華経の行者を憎むようになる。そういったものがいると。正しいことをしようとする人は軽んじるどころか、
だんだん憎むようになっていくと。そういう人間がいるんだというんですね。善行を憎む。そういった人間にはなりたくないですね。そして、失善です。消防と正しい教えと正しい教えを信心しようとする行者を嫉妬して、そしてその行いを妨げようとするわけですね。嫉妬です。嫉妬というのは本当に怖い感情ですね。嫉妬というのは自分が軽んじられていると思うところから出てくるようなんです。現実に軽んじられるような場合もありますが、多くの場合は自分で勝手に軽んじられているというふうに思うんですね。ですから、正しい行いをしている人が生き生きと生きている。そういう人を見て自分が軽く見えてしまって嫉妬をしてしまうというようなことなんですね。そして、混然ですね。正しい教えと正しい教えを信心しようとする行者に対して恨みを抱いて妨害することです。そうしてとうとう逆恨みまでするというんですね。善を軽んじ、善を憎み、善に嫉妬し、善を恨む。こういった善に対して人間っていうのは割と素直に受け入れない部分があるようなんです。ということで、14の姿勢を見てきました。単に法華経を誹謗するというだけではなく、人間社会や人間そのものの弱さを示しているような、そういった教えであるかなというふうに思います。で、シャリホツに対して、こういった者どもに法華経を説いてはいけないよと、こう釈尊は言うわけですが、自分自身もこういった重視誹謗のような人間にならないように気をつけなければいけないなというふうに感じます。そして社会の中で生きる自分も社会や他人に対してこういう重視誹謗のようなことをしてはいけないというふうなことも思うんですね。さて、こうやってシャリホツや聴衆を戒められた後、釈尊は法華経をそしる者が後にどのような罪業を受けることになるか、とても細かく示していくんです。ここでは割愛をしますが、非常にその描写というのは細かいんですね。先週挙げた説話の中でも述べましたが、善因善果、悪因悪果というものは、これはやっぱりあるんだなということを思います。正しい行いをしようとする、正しい教えを信じようとする人に対して、こういった重視誹謗のようなことをすると、それは大変に大きな罪業を後の世で受けることになるんだよと、釈尊は言うわけですが、そういった悪の因を起こせば、悪の結果を起こしてしまうと。逆に、善の因を起こせば、善の結果を得ることができるであろうということになるわけです。時に良いことをすぐにそれが結果につながらないこともこれはもちろんあります。また自分では善果をもらっていたとしても、善果を生んでたとしても気がつかないっていうこともあるんですね。ですけど長い目で見れば、あの時、そうだったんだなと、あの時いろんなことがあったけども、それは良い結果を生み出してくれたんだなということを思う。また、あの時自分が良くなかったから、結果的にはその時いいように見えても、最終的には悪いことになったなというようなことは、後から振り返ればよく思うわけでございます。そういった長いスパンで考えていくっていうことが大事なんだろうというふうに思うんですね。そして釈尊はシャリホツに法華経を信じ大事にする人にこの法華経を説いていきなさいと、再度念押しをするような形で教えを説かれまして、比喩本は終わっていくわけでございます。では、シャリホツに言ったように、法華経を信じ大事にする人にはこの法華経を説いていきなさいと言いますが、そうではない。法華経を信じない人、大事にしようとしない人に対してはどうするのか。これはまた別の役割を持った方々がそういった信じようとしない人、大事にしようとしない人たちに教えを説いていくということになります。それはまたずっと後にまた説明していくことになりますが、これで一応比喩本は終わりとなるわけです。次回は心下本第4となります。心下本第4ですね。第4章です。こんなに長くやってきたのにまだまだ4章かと思われた皆様。大丈夫です。私も同じことを思っております。まだまだ先は長いですが、皆様どうぞお気長にお付き合いいただければというふうに思います。それからコメントの設定が変わっていたため、一部いただきましたコメントが反映されていない場合がありました。大変失礼をいたしました。申し訳ございません。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。
さようなら。